Meshtabi. Season 1. Re-edited. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Maroran date Kaiwai 10 des. それでは早速 Let's get it started. 1. Maroran. Dio. カレーラーメンの代名詞と言っても過言ではない大王さん。大元は一緒ですが、現在は苫小牧、室蘭と2系統になってますね。創業者一族系の苫小牧に対して室蘭はいわばのれん分け系。今回初めて室蘭にお邪魔しました。あまりの違いにびっくりしましたね。苫小牧はドロッとしびれ系なのに対して室蘭は醤油ラーメンにカレースパイスといった印象のさらりとしたカレーラーメン。実は創業からほとんど変わらないのはこちら室蘭ののれん分けの方。苫小牧は時代とともに進化を遂げているようなんです。そうなの？そっか。のれん分けのお店は勝手に味を変えるわけにはいかないものね。そうだね。室蘭も現在は代替わりし、初代室蘭店主さんの弟さんが切り盛り。のれん分け初代さんは現在茶市内でのんびりラーメン味の代用を継続されています。そうなのね。ってことは茶市内が一番オリジナルに近いっていうことになるのかしらね。だ。これ3軒の代用。カレーラーメン食べ比べ面白いですよ。ずるい自分だけ。 2. Date. Okina. そば打ち界の巨匠、沖縄だるまグループのお店。そば打ち名人高橋国広直伝のそばをいただけるのは北海道では3軒、札幌、帯広、そしてもう1軒がこちら伊達にございます。師匠は一緒だけど3軒それぞれ個性が違った美味しいそばがいただけますね。何でも全国の職人たちが神業と呼ぶ技を駆使する高橋国広師匠は通常40分かかる一連のそば打ち作業を20分で完璧にこなすんだそう。速さなの？速さも味もってことでしょう。北海道沖縄だるま系のそば屋さん完全コンプリートですね。これで Complete. でどう3軒比べて3軒とも個性があるのかな。そう、バラエティに富んだ三種三様のおそばね。ダジャレ？沖縄さんはコシが強すぎないもっちりとした煮鉢でほんのりそばが香る上品な味わい。ミシュランガイド北海道2012年版に一つ星を獲得しているんです。ビブグルマンではなく星なんです。星一つです。さすがですね、沖縄だるま。わあ、さすが。そう、バリューズそばね。 So valued soba. 英語だじゃね。 3. Nobilibetsu. Your shock no Ishikawa. 片っ端からカレーを食べ歩く人生の中で出会った超辛口のこのカレー。結構辛いよね。ヒーハーなるよ。確かにルーカレーとしては指折りの辛さだね。特に抜きん出た個性はないシンプルな味の欧風カレーなんだけれども、だからこそ飽きが来ないいいカレーなんだよね。確かにそうだね。でもお子ちゃまには無理な辛さね。そうだね、お子ちゃまは泣いちゃうかもね。だからこそ貴重なカレー、ココイチがこの味だったらなぁといつも夢見るおじさんなのでした。その妄想もう予想なんつって妻の親父かがパンね。あんたのせいでしょ。 4. Maroran. Say your ken. 住宅街にひっそりと佇む戦前から続くラーメン店、室蘭市の船見町にあるなんと1935年創業の老舗ラーメン店。現在は3代目さんだそうです。そんなに歴史があるラーメンとは思えないですね。今流行りの麺ラーにも引けを取らないコクのあるスープにしっかりとした歯ごたえの麺。これはラーメン好きが作ったいいラーメンですね。へえ、珍しいわね。ラーメンにかき揚げ入ってるね。かき揚げも面白いんだけども、ラーメンとスープだけで十分美味しいんです。いい塩ラーメンスープっす。透き通っているのにちゃんとコクがある。アルデンテな麺も嬉しい。もうアルデンテ、それ大事。カレーラーメンではない室蘭ラーメンならここですね。はい。 5. Otaki. Kinoko Okok. 大滝の山中に驚きの巨大施設がございます。隣の道の駅はすっかり廃墟状態なのに、ここは元気に営業中。目を疑うびっくりメニュー。しいたけソフト？
お笑い系メニューかと思いきや、フライド椎茸トッピング。これがちゃんと美味しいの。なかなか通らない道だけど、洞爺湖と支笏湖を結ぶ国道453号線沿いなのでね。支笏洞爺湖はしごのお供にどうぞ。ところでさ、ミシュランガイドってさ、なんだい急に。一つ星とか二つ星とかって、あれって誰が評価してんの？誰って当たり前だろう。ミシュラン社の社員さ。だってミシュランってタイヤ屋さんでしょ？そうだよ。ミシュランガイドはパリ万博が行われた1900年、自動車運転者向けのガイドブックとしてフランスで発行されたのが始まり。は？自動車運転者向けガイドって、それってルルブみたいなこと？そうなのさ。自動車旅行が活発化し、タイヤの売れ行きが上がることを目論んで無料配布されたのが始まりなんさ。なーに？へえ、タイヤ会社の販促用フリーペーパーだったってこと？だのさ。格付けも最初はホテルを評価するものだったんだけど、今ではすっかりレストランの格付けガイドになっちゃったね。ちなみに一つ星はその分野で特に美味しい、二つ星は極めて美味しく、遠回りしてでも訪れる価値がある、三つ星はそれを味わうために旅行する価値がある卓越した料理という基準らしいんだ。わあ、飯旅にそっくり。三つ星はまさに私たちの殿堂入りと同じね。ね、それを味わうために旅に出るっつってね。よかったら私たちの殿堂入りグルメを紹介している動画も見てみて。6. Muroran. Yakitori Ippei. 1950年創業、室蘭の老舗焼き鳥店。現在は創業者石塚亀治の孫娘、石塚千鶴さんがのれんを引き継がれています。室蘭焼き鳥のからしをつけて食べるスタイルは私のお気に入り。名物メニュー殻付きうずらの炭火焼きはさておき、おじさんはここの皮が好きなんです。ねえ、皮美味しいね。ふわっとしとんの。そうそう、お店も活気があっていい雰囲気よね。観光出張系のお客さんが多いのかなと思ったら、地元でも愛されてるのね。でもなんでうずら殻ごと焼いちゃったのかしらね。それがね、室蘭には北海道で唯一うずらの卵を生産し加工販売を行っている室蘭うずら園っていうのがあって、北海道で販売されているうずらの卵は 100% 室蘭産なんだそうだよ。初めて聞いた。でもだからって殻ごと串刺しにして焼く？普通うずらだよね。まあとりあえず室蘭来たら殻付きうずら宛てに一杯やっべ。 7. Muroran. Curry Colombo. 札幌のコロンボとは一切関係ないと思われます。こちらのコロンボさん、やはりいずれにしてもコロンボさんは大盛況ってことでいいんでしょうか？いいんです。特別な個性はありませんが、万人に美味しく感じれるカレーじゃないですかね。爽快な辛さがじわじわと広がる感じがいいですね。激辛チャレンジや激盛りチャレンジなんかもやってて、リクレーション系も面白いです。激辛チャレンジ？やばそうね。やってみたら10辛以上完食でお店に額縁で飾られるらしいわよ。辛メーターによると10辛言うたら 2.35 辛メーター。辛メーター？辛メーターは辛さを数値化して分かりやすくしてくれてるサイトなんだけど、 2.35 辛メーター言うたら蒙古タンメンのカップラーメン同等クラス、青森のあさりで言うたら3ってとこかな。それくらいならいけそうだけど、35辛ってのはやばそうね。無理勘弁。辛いのは好きだけど痛いのは嫌よね。毎月15日はカツカレーが500円とか、曜日によってお得メニューがあって、ランチタイムはカレープレートがなんと全部520円だ。安っ。これ札幌にもやってほしいね。こういうジャパニーズスタンダードっぽいルーカレー意外にないんだよね、札幌。確かに普通っぽいカレー屋さん欲しいわよね。いや胆振は登別でカレー食べて、室蘭でコロンボ食べて、カレーラーメン食べて、もう大変です。確かに胆振カレー多いわよね。明日の天気をお知らせします。胆振地方は晴れのちカレーでしょう。8. Date. Wasabi. 伊達の人気回転寿司、私たちも北海道指折り5に数えるお店。完全に職人が手握りする回転寿司ですね。回転する意味あんのかなあれ。どのネタも申し分ない美味しいお寿司でしたよ。ね
ね、すっごいポテンシャルよね。やっ potential, ぱ札幌よりローカルの方が絶対美味しい。違いね。でも地元のタレコミによるとチョイスさんっていう声が多いよね。次回行ってみましょう。ああ、楽しみだね、チョイスさんも。今のところここわさびさんだけだよね、北海道でのどぐろあったのは。だね。値段は新潟の倍ぐらいしてるけど、見つけた時は嬉しかったぜ。やっぱり美味しいのどぐろ。のどぐろは主に山陰や九州、北陸などの日本海日本海わ redo, のどぐろは主に山陰や九州、北陸などの日本海で漁獲されるので、北海道にはなかなか流通しないみたいだね。そうなんだ。山形そうなんだ。山形くらいまで南下すればだいぶリーズナブルにいただけるわよね。のどちゃん、のどぐろ大好き。やだよ、誰出てきちゃった。わさびさんも大好き。ただシャリがね。そうそう、この日は多分たまたま飯炊き係が失敗しちゃっててね。ちょっと柔らかかったのよね。バカ野郎、この野郎、またぬるい水で炊きやがったな。すいません、すいません、いつもと同じ量で炊いたんですけど。出た。ご飯炊き係に感情移入。水道、ぬるい水じゃダメなんでしょうか。水道水でも一度冷やして13度から15度ぐらいで炊くと美味しく炊けるそうだよ。わあ、適温水風呂と一緒ね。ほんまや。米さんも整っちゃうのね。整う。ガチまた食べたい室蘭パート2ではわさびさん室蘭店も紹介しています。他にも美味しい店いろいろ見つけたので、よかったら見てみてみて。9. Toya, Lake Hill Firm, なんといってもこちらの魅力はロケーションですね。羊蹄山のベストビューポイントじゃないですかね。ここ広大な緑の大地に残雪の羊蹄山、これは見とれちまいますよね。ふわっと超軽いサクサクのミルクパイ、超エアリーでソースイート。パイを食べると辺りが散らかりませんか？あとは散らかしすぎ。ジェラートが秀逸な食感。東野で作られている塩、カムイミンタルの塩ソフトのふわっとした口どけが独特な食感で美味しいの。不思議なふわっと食感は一食の価値ありですね。ゆきちゃん可愛いけどつながれててかわいそうね。ゆきちゃんは時々突進してくるので気をつけて。 10. Muroran, Muteki Low, 海の見渡せる小高い丘の上のカフェ。ガラス張りの大きな窓からは白鳥大橋や羊蹄山までも一望することができます。高級オーディオでズージャーを聴きながらゆっくりと夕暮れを待つ贅沢なアフタヌーン、無敵路。太陽が沈んだ後には工場夜景や白鳥大橋のライティングも綺麗なの。室蘭に小げなナイススポットがあるのは知りませんでしたね。宮越屋さんはコーヒーもオーディオも手抜きなし。このマッキントッシュ一体いくらするんでしょうか。 Macintosh, びっくりでした。ねえ、びっくり。考えられへん。考えられへん。オーディオだけで店一軒できちゃうレベル。アンプだけでもレクサス買える。欲しくないけど。1000万あったら何買うかな。田舎のボロ屋買ってリフォームかな。いいね。おじさんは十分な発電能力と電気容量を備えた飯旅号が欲しいね。ハイブリッドのハイエース出ないかな。それいいわね。走る編集スタジオね。トヨタさんお願いします。お願いします。ワイドボディのロールーフでお願いします。老夫婦。それは我々です。 Chikaino Meshitabi wa, Gachi de Mata Tabathai, Otaru Yoichi Kaiwai des, Otanoshamini. See you soon. 最近さ、セルフレジって増えたでしょ。どこもかしこもセルフレジになってきてるね。このパンデミックになってからそうだね。かな。ここ1年だね。そうだよね。急激にみんなセルフレジになったね。あれって便利だよね。超便利。もうセルフレジしか行かなくなった。普通のレジだとさ、何回も何回もカゴの中で置き換えるおばちゃんいるでしょ。はいはいはい、いるいる。何回も配置換えしてさ、牛乳寝かすんだよ。なあ。そしてその上にレタスやかりんとうやのり天や豆腐も下に入れなきゃね。卵は最後に乗せときましたよってさ。ね、
はいきちんと入れましたみたいなね。なんでそういうシステム？なんで袋に詰め替えることを何も考慮していないわけ？ね、結局さ、うん、全部カゴから上に乗っかったやつ出して一番底の牛乳から袋に入れるんだからさ、これどういうマニュアルなんかね。わかる。牛乳は立てといてほしいよね。立てといてほしい。ね、セルフレジになってすごくスムーズになったなって最近ね、そうだね。思うんださ。ストレスがなくなって胸をなで下ろしております。どんどん機械になっていっちゃうしね。確実に進んでるね。人間のいらない世界。やばいね。おじさんももう払い箱になっちゃうよ。いいじゃん。美味しいもの食べて気ままに行きましょう。とりあえず私は必要としてるわよ。ほんまでっか。アホで臭くてデブでハゲでもいいんすか？それ以上はダメ。ミシュランマンはタイプじゃないから。まあミシュラン来てますよ。やばい。あなたもミシュラン？ノーミシュラン。あなたはノーミシュラン？多分ね。私ミシュラン。ぷよぷよ。ミシュランマンってあれキモいよね。うん、ミシュランマン。何のイメージか知ってる？タイヤじゃないの？タイヤのどういう